お邪魔します。どうぞ。お久しぶり。久しぶりです。かすみちゃんが入れてくれたコーヒーいただきます。よいしょ。よいしょ。はい。いい香りがしますね。いい香りでした。よいしょ。はあ。いやいや、集まりましたけれども。集まりましたね。ね、久しぶりですね。ですね。乾杯しますか。乾杯します。コーヒーで乾杯。あんまりないけど。いただきます。お疲れ様でした。美味しい。美味しい。この4人が集まるのは小樽以来。そうですね。アメフラシのシーン以来ですね。確かに。ちょうど今ぐらいの時期でしたっけ？いや、もうちょっと寒かったんじゃない？あ、でもこのぐらいか。小樽10月11月ぐらい。だって結構相当夜冷え込んだけどずっと濡れてましたよね。なんでだろう。T シャツで。そうだ、T シャツででしたね。確かあれクランクインじゃないか、さすがに。でもね、本当にクランクインもう本当にそうでしたよね。直後ぐらいだった。生田さんポンポンポンでしたもんね。そうなんですよ。最初クランクインしてからちょっとまた相手ポイントでこう来てでした。皆さんだって小樽にどれくらいいた？結局。かすみちゃんが一番長いんじゃない？私は約3ヶ月。あ、そっか。冬も合わせたらみんな。な多分トータル4ヶ月ぐらい。そうだよね。長い撮影でしたけどね。どうですか皆さん、本作を見ましたか？見ました。これ僕が一番見てないシーンとかが多いから一番客観的に見れてると思うんです、この4人の中で。はっきり言って名作です。めちゃくちゃ良かった。もう本当素晴らしいですね。なんて愛情深いお芝居をする3人なんだろうと思って。いや。本当に感激しましたよ。褒め合いが始まる。2人はだって今回何度目の共演ですか？相当やってるんでしょ？出会ったのは私が20歳。俺が23か。違うよ。1個しか変わらない。なんか計算が合わない。10年。俺21の時事務所入ってないよまだ。あ、違う、だからモデルの時に会ってると。あ、そうだ。じゃあもう10年以上の付き合い。そうですね。からずっとね、こう共に作品を共にしてる定期的にご一緒させていただく方で。やっぱそのよく知ってる坂口健太郎が近くにいつもいてくれるっていうのは撮影においてとても力やっぱなるもんですか？そうですね。違う、あんたに聞いてないの。有村架純ちゃんに聞いてんのよ。僕じゃなくて。そう違う。なんかこういろんな作品を一緒にさせていただいて、結構ご一緒する作品が楽しい作品ばかりではないというか、どちらかというとこうお互いを傷つけ合ったりとか、そうなんか思い合ってるのに一緒になれないとか、そういう役どころが結構多かったので、なんかこう一緒に乗り越えてきた戦友のような気がしていて、個人的にはなんか俳優仲間というよりなんか友達っていうあ、でもそうかもね。感じだからなんかちょっとまたでもいてくれるとすごいなんか自分も肩の力が抜けるし、心強かったですね。いや、それはこちらこそですよ。そうなんだ。やはり。それは良かった。なんかね、本当内容的にっていうのもあれですけど、毎回なかなか大変だな。でもこれをちゃんとうまくクリアできたらなんかとっても素敵なものになるなって思った時にかすみちゃんとお仕事することがすごく多くて、どこかで歯車の掛け違いがある、うまく噛み合わない2人だったりとか、この愛情を伝えてるんだけどちょっと
固執しちゃった愛情を持ってる2人だったりとか、結構大変難しそうだなって思う時かすみちゃんと一緒にやってることが多いかもしれないですね。なんかこっちから客観的に2人を見てても、なんかお互いさりげなく自然にサポートし合ってるのが分かったけど、そこでまた役的にはさ、ゆいちゃんはさもどかしく感じたりわかんないけどさ、でもなんかやっぱ特別な絆があるんだなっていうのは見てて、でもどうでした皆さん、このなかなかすごい難しいテーマだなと思ったんですけど、脚本とか台本読んで僕やっぱすっげえ難しいと思ったんですよ、最初一読した時。自分の役もそうだし、この、先伝えたいことだったりっていうのがちゃんとすっげえむずいなと思った。なんだろう、そのいろんな意見があって当然の作品みたいなことじゃない、なんかそういうことじゃないところでもっと届いてほしいっていうか、なんかそれを言っちゃったらもうなんか何でもね、純度の高いものが届いてほしいっていう思いがあったから、どうしたらなんか一個一個のシーンが成立するかみたいなことを常にずっと考えてやってた気がしますね。でも本当に私生田さんが演じる祐介さんがいてくれたから、なんかこの物語がより説得力のあるものになってて、いやでもめっちゃ大事な役だったじゃないですか。そうだよね。でちゃんとその生田さんが笑ってくれるから、その笑顔がやっぱりもう脳裏に焼き付いてたり、目に焼き付いてたり、記憶としてちゃんと残ってくれてて、多分見てくれる人も絶対記憶として祐介っていう存在が残るからこの物語が始まっていくじゃないですか。その一番基盤となるその役柄をそう生田さんが演じてくださったから、なんかよりこう泣けてくるっていうか、で生田さんが笑えば笑うほど泣けてくる、なんかそれが一番この物語において理想の形というか。なんかやる人によってはね、底抜けに明るいからなんかくどくなったり分かりやすく演じるかもしれないけど、やっぱ斗真くんが演じたことがなんかすごくあの役に説得力を与えたなって見ててね。生田さんと祐介っていうのは近い存在ですか、遠いですか？結構近いのかもしれないですね。どちらかというと性格的にも明るいよねって人に言われることがやっぱ多いし、なんかこう自分が笑顔になることで人がハッピーになってくれたらいいなってやっぱり、心の底から思ってたりするから、皆さんがそうやって言ってくれるのすごく嬉しいなと思うし、だから本当にこの作品通して見た時にすごい不思議な感じがして、自分がこの世から消え去った時の世界を覗き見してるような感覚になったんですよ。でね、かすみちゃん演じる紗栄子さんがこう前を向こうとするんだけど、でも心のどこかに祐介っていう存在がやっぱりずっと引っかかっていて、たまにふと思い出してしまって、で僕としては前向いてほしいし幸せになってほしいって思うんだけど、たまに思い出してもらったりするとちょっとやっぱ嬉しかったりするんだよね。あ、これは結構自分の本心かもしれないなとは思ったりしましたけどね。ここからはネットフリックスさんが用意してくださった愛が描かれているシーンを見ながら4人でトークしていきたいと思います。やったー。はい、見ますか。まずはこのシーンからですね。はい。はい。絶対また会うと思う、必ず。どうして？だってさ、もし紗栄子さんが俺の目の前からどんどん離れていたとしてもさ、必ずまた俺のとこに到着するんだよ。だって地球が丸いんだから。何それ？今度どっかで会ったらもうそれは運命だからね。諦めて俺の恋人になるんだよ。約束だよ。いいよ。恋人になってあげる。約束する。ここすごかったよね。ね、びっくりしたよね。
この海を開けて。もう連絡先交換して。思うよね。なんでそのまま別れちゃうの。そう会えなかったらどうすんのよ。恋人になってあげるってちょっとドキッとしちゃう。恋人になってあげる。嬉しい、ちょっとなんかドキッとしますよね。ね、ここは本当になんていうんですか、砂浜に要は空のね、同じ色が映るような綺麗な場所だったからね。でもこれで戻ってきてもう一度再会するじゃないですか。奇跡というか運命的なことどう思いますか？この運命だったり偶然的なこの2人がお互い思い合ってるからもう一度再会してそこでまた恋人になって。信じます運命。運命を信じるかどうか。ね、運命でも運命と必然ってどう言葉が違うんだろう。ね、難しいですよね。でもどちらかというと私はなんかその連絡先を交換しなくてもまた会える人は会えるって思うなんか思考なんですけど、このお仕事してても、10年後にまたお会いできたりするじゃないですか。たとえ毎回その連絡先交換しなくたって、どこかで会ったタイミングで何かのタイミングで連絡先を交換してみたりとか、なんかそれでお友達関係が長く続いたりとか全然あるから、なんか必ずしもその瞬間に絶対とか、なんかそういうのはあんまり考えないかもしれないです。どうですか？どうゆりちゃん。でもやっぱりなんか自分があえて選択していかなかったことでも必然とそっちに行くというか、なんか促されるじゃないけど、そういう出来事は自分の人生では何度もある。なんか導かれるとか、そういうのを運命っていうんだったら運命かなとは。信じますか？信じましょう。信じたいですね。はい。でももう一回会ったら付き合ってってもう言えるかな俺。なかなかね言えないかもしれないけど。本当にもう好きで好きでってなったらそのもう一回っていうのに任せてらんないかも。割と手繰り寄せちゃうかも。自分から。もしかしたらもう本当会えないかもしれないじゃないですか。いやわかるわかる、私もそうだな。でもきっとそれでもし会えたら本当にいいんだろうな。でもきっとゆうすけはもう一回必ずどこかで会うって信じてる感じだろうね。だからここで別れたってどうってことないっていうか。もうフェイスブックとかで見つけちゃってる。それやだな、なんかせこせこしてる感じがしてやだな。実は今の時代だったらたどり着けそうだけど。でもむしろ今の時代でこうつながれるからこそのその奇跡を待つっていうのはちょっとロマンチックですね。ロマンチック、すごくロマンチスト。今まで運命を感じるような出会いはありましたか？僕この前、運命かというかすごい偶然だな、多分偶然のその濃さによってそれが運命みたいなことになっていくじゃないですか。一回羽田空港でそのカップルの方に声をかけていただいて「坂口さんですよね、あどうも」とかって言ってで「応援してます、ありがとうございます」みたいなので北海道に行って、で北海道から新千歳から小樽に、1時間半ぐらいかな車で行ってラーメン食べようと思ってラーメン屋に入ったんですけど、隣に羽田で声をかけてくれたカップルの2人がいて、あれでも今ここ北海道だし違うよなと思ってたんですけど、なんかちょっとこのお互いにちょっとそわそわした感じで、でラーメン食べて出たらってそうですよねってなって、そこでまた2回目の握手をして、でもこれお互い羽田の時にはどこに行くかも知らないし、で新千歳着いて、車で1時間半ぐらいかけて行ったんで、でチョイスしたラーメン屋も同じってね、本当ね。ちょっとすごいなっていうもう軽運命を感じましたね。でもなかなかない。なんか私は今の事務所に移籍する前に、今の事務所の社長さんとよく現場でお会いしてた。でご挨拶だけして、したらねその後何回も映画館で会ったの。普通に見に自分が、しかもなんかちょっと変な映画見に行った時とかに会うのね。
その時に感性が近い人なのかもと思ってそこに行きたいなって感じたからだから若干運命的な再会を果たしてるなとは、あります？でもなんかこうやって一つの作品を通して得る経験って自分でそこまでチョイスできないじゃないですか、どういう経験が待ってるのかどういう体験が待ってるのかって。この出会いもきっと運命だと思うし、これからする体験もきっと運命なのかなとは思うけどね。これだ。ここ好きだよ、ねえ、可愛かったこの2人が。好きだよここ。はい、どうしました？私と付き合ってください。結婚前提としてお願いします。すぐ結婚でもいいです。大好きなんで。結婚前提で申し込むってすごい。なかなかないよね。もうちょっと見たいよでも。もういいわ。恥ずかしい。止めましょうか。はい。ここね。ねみきちゃんの方から告白するシーン。天気がねすごく揺らいで4日間ぐらいかけて撮ったね。そうかここはね本当なかなか確かになんかまたあそこのシーンが飛んじゃったとか言ってましたもんね。でもなんか雨は土砂降りじゃないけどもしかしたら撮れるかもみたいな瞬間があったらしいんですけど、それで康介さんが、でもさカメラマンの康介さん、でもさ曇りで告白する？なるほど。気持ち的にね。確かにそうだよなと思いつつで一番いい時で撮れたんですけど、確かに曇りで告白ってしないか、この場所で。でもその曇りで告白するっていうのってすごく素朴な康介さんなりの疑問じゃないですか。でもそれって確かに本当にそうだよなってやっぱ言われて曇りでも撮れるかじゃなくてやっぱ晴れを狙うっていう。それはとっても素敵だなと思ったんだよね。嬉しいよね、すごく大切にしてくれててこのシーンを。どうでしたミキさんこのシーン演じててというか、僕らはこのシーンの登場人物だったけど。なんか4回も告白しなきゃいけないのは恥ずかしかったけどでもすごくミキさんらしさがギュッと詰まってるシーンだったからすごくパワーのある人だなってすごく学ぶことが多かった。やっぱり相手の不安も全部包み込んであげて、いやいいシーンでしたね。やっぱね明るさが、力強さがあるから、後々ミキちゃんが弱っていく姿がより切なくなってくるなっていうのは思いますけどね。もう泣きましたもん、成瀬さんとミキさんのシーンで。なんか本当に台本読んでてもミキさんに感情移入しちゃうぐらい。でも私は結構逆、紗栄子に感情移入。そうなんだ、面白いね。両方わかるからなんか紗栄子の気持ち考えちゃってすごい切ない気持ちになっちゃう。ここも泣けるよ。どうすればいいんですかね。はい。心臓の音聞いてもいいですか？はい。
ここでもうかすみちゃんのさ目からポロ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 何個も涙が出てきて、なんかもう素晴らしかったね。ありがとうございます。振り返ってみてどうですか？いやなんかその移植をされた側と、その移植の提供したご遺族の方がこう会っちゃいけないっていう一応約束がある。なんかこういうことも起こり得てしまうからの、やっぱ暗黙の了解で顔を合わせない名前もこう情報も何も入れないっていうことだったりするのかなとか、なんかいろんななんかその制約から感じるなんか、ドラマみたいなものを感じたりして、紗栄子にとってはだって生きてるもんね、祐介はここでというか。そうだからやっぱり自分もその演じながらとにかくその當真さんが演じてくれたその祐介っていう存在がこうずっと燃えてる気持ちでいたんですけど、こう耳に当てて鼓動が聞こえた瞬間にもう何とも言えない気持ちになって、なんかこうずっと会いたくても会えないって会いたいって願っていた人の音が聞こえるっていうのがすごいなんか不思議なっていうか不思議な体験をしました。逆に坂口くんはどういう気持ちでこのシーン迎えたん？このシーンに来るまでにあれこれって自分の意思なのかな、自分の考えなのかなってちょっとずつこう心臓を入れたことによって成瀬も分かんない混乱みたいなシーンがちょこちょこあったりするんですね。でどこかこうその混乱に対しての心臓を入れたことによって混乱に対しての合点がちょっといくシーンでもあったし、だけどこう手をこう触れようとしてやっぱり触れれない瞬間があったりとか、成瀬はでも掃除で結構戸惑ってたなっていう感じはありますね。この記憶が自分の中に出てくるのもそうだし、彼女のことを彼のために彼女を助けたい気持ちもあるし、多分感謝してると思うんです、祐介に命のリミットを伸ばしてくれた。だから彼のために彼女が求めてることをしてあげたい。ミキのこともとっても愛しているし、だからずっとこうなんか一番信じていいものを信じ切っていいのかみたいなのをずっと抱えながらいたから、今成瀬の気持ちが強いのか祐介の気持ちが強いのか、なんかそれをなんかこうパーセンテージでそうですね表現しながら監督たちと撮影したっていうのを聞きましたけど、毎回どっちが正解ですかね。多分どっちも正解なんだろうけど、どのぐらいのこの表現でいけばいいかなみたいなのをよくよく話してましたね。でももう会えない人にやっぱ会いたいって思う瞬間は皆さんはでもどうですか？そうだよな、会えるなら会いたいよね、やっぱりね。会いたいね。なんか会いたいって気持ちって多分一生ずっとなくならないと思うから、例えば人だったり動物だったり、見送る時っていうのは人生みんなある中で、なんか私はもう一体化したって思ってる。私の中に入って一体化って思って。とっても素敵。だってもう会えない事実はしょうがないけど、ずっと会いたいって気持ちを持つのは全然悪いことじゃないと思う。ここね、出たよ。ありがとうございました。中町祐介さんのおかげで、心臓を提供していただいたおかげで夫は生きることができました。本当にありがとうございました。いやそんな、私がそんなお礼言われることではない。やめていただけませんか？はい。お気持ちはわかりますけど、確かにあなたの恋人の心臓は成瀬の体の中にあるのかもしれないけど、成瀬は成瀬です。あなたの恋人ではないですから、もう彼に近づくのはやめてください。近づくって何ですかそれ？だってそうじゃないですか。彼からしてみればあなたには冷たくできないじゃないですか。ご恩があるし。だからやっと
やっと元気になったんです。家族との人生を普通に楽しめるようになったんです。それを壊さないでください。確かにあなたの恋人の心臓で生きてるのかもしれないけど、成瀬は成瀬です。中松さんではないと思います。ちょっと待ってください。彼が成瀬さんがそう言ったんですか？かわいそうだからほっとけないとか、そう言ったんですか？いや、これね。すごく緊張しました。しまし緊張したた。しかも初めてのシーンだったよね。そうです。2人で初めてのシーンで、こんなシリアスなところからもうこの日が来ないでほしいって思ってたんで、ドキドキして。怖くて、もうなんかね、なんか人にそういう感情をぶつけるってなんかとっても怖くて、自分がドキドキしてました。これでも僕もちろん見てないシーンもたくさんあるけど、すごく楽しみって言っていいのかな。そうだよね。でも僕もそうでした。脚を読んだ段階からどうなるのかなって。いやでもとっても素敵というか、それぞれの痛みもわかるし、ミキの気持ちもめちゃくちゃわかるし、サエコの気持ちもすっガーって思いながら見てましたね。なんか私はもう台本を読んでしまってるから、サエコの実情も全部自分は分かってるから、どうしても対峙するとすごく不憫で、もうなんかやっぱ寄り添っちゃうサエコに。なんかだって自分がこう言っててもこの子の気持ちも分かるって思っちゃって、だからなんかまだ泣いちゃいけないとこでなんか涙出てきちゃったりしてたの、サエコの気持ちに。でも監督はミキさんはそういう人でいいと思うって言ってくれて、多分こんなことを伝えながらも彼女の痛みっていうのを分かってていいんじゃないかみたいなことをおっしゃってくれて、あ、そっかそっかと思って。だからね、なんかこう僕らが客観的に見てても、なんか本当はミキさんそんな風に思ってないのに言ってるのかなっていう気持ちにさせてもらえるシーンであるなと思うけど。なんかただバトルのシーンじゃなかった感じがとってもしたというか、お互いの気持ちも多分どっか分かってるし、最初もありがとうございましたから始まる、感謝もしてるだろうし、サエコもきっとこの心臓を生きさせて、ユウスケをまだ生きさせてくれてることに対しても感謝もあるだろうし、なんかすごいこう感情移入をお互いにのキャラクターにしちゃうというか、なんかそんなシーンでしたね。かすみちゃんはどう？このシーン、なんか自分自身は仮にミキさんのような方に出会ってそういったことを言われた時に、きっと「ごめんなさい」って言ってしまう、聞いちゃう。そうですよねってなるけど、やっぱりサエコは私は会いたいから会うっていうようなワードだったりとかをセリフにするのがすごく怖くて、これは言ってもいいのか、どうなんだってこういろいろ考えながら、でもどうやって言ったら私にとってはそれがとても強い言葉に感じて、パワーのある言葉に感じたから、本当に自分のことしか考えてない人みたいな風になるのか、どこの気持ちが重なればちゃんとその言葉がしっかり純粋なところで届いてくれるのかなっていうのをなんかもう本当一言一句考えました。そうだよね。捉え方によってはすごくわがままな人に見えかねない。そうですね。それがサエコを演じる上でのトライアルでもあったんですけど、そんなことを思いました。でもこのシーンとかはきっとお互いの愛をぶつけ合うっていう表現が合ってるのかわかんないですけど、よくねこういう作品をやって、それこそイベントとかでも皆さんにとって愛とは何ですかってやっぱすごく聞かれるんです。皆さんにとっての愛とは。愛とはなかなか凄まじいテーマですね。ちょっと難しいよね、愛とは。私たちはちょっとプサンで実はお答えそっかそっかしたんですけれども、変わったその時と。僕でもプラスアルファしたって感じがあるかもしれない。カメラマンさんが康介さんが愛とは引力だって言ってて、かっこいい。離れようと思ってもやっぱりこう近づいてしまう。このそ
その時はもう理屈じゃないと思う。もう理屈じゃないやっぱこう危なっかしさ引き合ってしまうを感じる求め合ってしまう確かにそうですそうでね。も確かにそうだなうん多分いろんな正解があると思うんですけど一つ引力っていうのもあったり僕はまあ自己犠牲っていうのもあったりそうだよね。かすみちゃんは涙ってお答えして、おお、涙。はい。なんか人でも物でもなんか見て何かこう鼻がツンとするような感覚になったりとか、この人に会って例えばその人がなんだろう頑張ってるところだったり。そういった姿を見てなんか鼻がツンとしたりとか、なんかその時点でそのもう愛っていうのは生まれてて、なんかちょっとでも心が1ミリでも2ミリでも動かされた時にもうすでに愛っていうものは生まれてるのかなっていう見解で涙ってことですね。ちなみに監督は恐れって言ってました。何があったんだ監督。ちょっとね深掘りしたいよね。ネットフリックスシリーズさようならの続きはネットフリックスで配信中です。ぜひご覧くださいさようなら。